皆さんこんにちは。こちらはタスカム112です。発売は1991年。8万6000円前後で販売されていたようです。これは安定性と信頼性を重視して作られた業務用のモデルです。音楽用のカセットデッキは70年代に登場して90年代まで作られました。音質を良くするための情熱が最も注がれた機器の一つです。今回はこのデッキを使ってカセットテープの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。エントリーモデルによく見られる2ヘッドのシングルキャップスタンです。周波数特性は録音レベルが非常に小さい時の数字で、実際はこれほどよくありません。これについては後で詳しく見ていきます。前回は修理する様子をご覧いただきました。今回はこのデッキを使ってカセットテープの音を明らかにしていきます。今回の測定に使ったカセットテープはご覧の通りです。メタル2本、ハイポジ3本、ノーマル2本です。右上のマクセル UR は現在販売されているテープです。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。この結果はノーマルテープの代表 TDK-AD です。録音レベルを変えて測定した結果を見やすいようにレベルを揃えています。ドルビーマークは 2dB の位置です。カセットテープは録音レベルに比例して広域がドロップします。ドルビーマーク付近では 12kHz まで記録できるようです。他のテープはどうでしょう。これはいろんなグレードのテープをドルビーマークプラス 1dB で録音した結果です。メタルテープが一番高音が伸びていて 16kHz まで記録されています。ハイポジの SA はノーマルと大差ありません。同じハイポジの SR はノーマルより高音が伸びない結果になっています。マクセルの UR は現在入手できるテープです。一番高音が出ない結果になっています。こちらは録音レベルをドルビーマークから 7dB 上げた結果です。メタルテープの特性が 10kHz に落ちています。メタルの録音レベルを上げすぎるとノーマルテープより高音が出なくなることがわかります。ノーマルとハイポジの SA は大差ありません。高音が伸びないハイポジの SR はマクセル UR と同じくらいになってしまいました。こちらは広域が揃う録音レベルを調べた結果です。これに従って録音すればどのテープも 12kHz まで記録できます。ノーマルの AD はドルビーマークからプラス 1dB です。メタルテープの MA はドルビーマークからプラス 4dB です。ノーマルテープより 3dB 余裕があります。ハイポジの SA はノーマルと同じです。ハイポジだからといって録音レベルを上げるとノーマルより高音が出ない結果になります。高音が伸びない SR はノーマルより録音レベルを落とさないといけないようです。
歪みを見ていきます。これは録音レベルを大きくしていった時の歪みです。線が下にあるほど低歪みです。クリアに再生できる歪みの目安は 3% です。ハイポジはドルビーマークから3デシベル上げて録音できます。ただし先ほどご覧いただいたように広域が落ちてしまいます。こちらはメタルテープです。ドルビーマークから4デシベル上げることができます。広域の特性も4デシベルまで OK でしたから、実際に4デシベルまで上げて使うことができます。こちらはノーマルテープです。3% のポイントはメタルと大差ありません。意外に優秀です。ただし線の傾きが大きいので 3% から上の歪みはメタルより多くなります。ヒスノイズを見ていきます。ヒスノイズはカセットテープの大きな課題でした。線が下にあるほどヒスノイズが小さいテープです。一番上のマクセル UR は現在入手できるテープです。かつて販売されていたテープに対して明らかに性能が悪いです。メタルはノーマルより 2,3 デシベル低いようです。メタルとハイポジは大差ありません。製品によって多少違いますが、だいたい同じくらいです。ハイポジの SR は最も優秀です。とはいえ、録音レベルを落とさないと広域が落ちるテープでしたから、実質的には他のハイポジと同等です。一番下はノーマルの AD にドルビー B をかけた結果です。メタルテープを使うとノイズが下がると言っても、ドルビーの効果にはかなわないことがわかります。以上の結果からベストな録音レベルとノイズの低減量は次のようになります。これは 12kHz まで記録できて、歪みとノイズを最小にできる最適な録音条件です。このように周波数特性を揃えるとテープの違いは単にヒスノイズの違いになります。この条件は今回の結果です。ヘッドの性能によって結果が変わる可能性がある点に注意してください。他の特性を見ていきます。こちらは TDK の AD に制限波の信号を録音した結果です。ヒスノイズの上にピークが立つのが理想ですが、裾野が広がっています。これは変調ノイズです。ヒスノイズはドルビーで落ちますが、変調ノイズは落ちません。変調ノイズは音を濁らせる要因で、しかも無視できない大きさで存在することがわかります。他のテープはどうでしょう？テープによって変調ノイズに差があります。この中のチャンピオンはマクセル XL2 です。変調ノイズはメカとの相性もあります。たまたま相性が良かったのかもしれません。こちらは音の揺らぎを分析した結果です。音の揺らぎには振幅方向と時間軸方向の2つがあります。時間軸方向の揺らぎのことをワウフラッターと言います。音質を重視して作られたカセットデッキのワウフラッターは聴覚限界を下回ることがほとんどです。振幅方向の揺らぎは 4% もあって、ハイファイとは程遠い数字です。こんなに大きいのに今まで問題視されてきませんでした。振幅の揺らぎは変調ノイズと同様にテープとデッキの両方が関係します。ところでドルビーをかけると音が悪くなると言われています。実際どの程度悪くなるのでしょう。こちらは TDK の AD に
ドルビー B をかけた結果です。広域が2デシベルくらいドロップしています。ノーマルテープにドルビーをかけると広域が少し甘くなると思います。こちらはメタルテープの結果です。ノーマルテープより少ない落ち込みで済んでいます。このくらいなら多分わからないでしょう。ドルビーによる広域の落ち込みを防ぐ手段は、録音バイアスをドルビー込みでフラットに調整することです。バイアスを調整できないデッキの場合は、広域が強調されたテープを使うといいでしょう。こちらはアウトプット端子の出力インピダンスです。十分小さな値です。低域にかけて上昇していますが、カセットデッキの低域は 25Hz から下降していきますから、ほとんど影響ないでしょう。カセットテープの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。今回はメタルテープの音とノーマルテープの音を比較します。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番はメタルテープの音です。ドルビーはかけていません。3番はノーマルテープの音です。ドルビーは B タイプをかけています。録音レベルはどちらも 12kHz まで記録できる条件に設定しました。メタルテープとノーマルテープに音の違いはあるのか、高価なメタルテープに価値はあったのか、今回の視聴は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。音楽室の古いピアノにもたれて音楽室の古いピアノにも音楽室の古いピアノにもいかがでしたでしょう。A、B、C のどれがメタルテープでどれがノーマルテープだったか分かった方は結果をお聞かせください。カセットテープに関して今回分かったことは次の通りです。カセットテープは基本的に録音レベルを上げれば上げるほど高音が出なくなります。今回の調査で分かった最適な録音レベルは、メタルテープはドルビーマークプラス4デシベル、ハイポジはノーマルと同じでした。ドルビーのノイズリダクションは使うと高音が落ちてしまいます。
この問題はドルビー込みでバイアスを調整することで回避できます。バイアスを調整するためにはキャリブレーション機能がついたデッキが必要です。カセットテープの再生では無視できない変調ノイズがあって、これがカセットテープの音を濁らせます。原因はテープの走行不安定です。これはテープとデッキの両方が関係する現象です。高度なメカを搭載したデッキはそれなりに安定したテープ走行を実現していて、変調ノイズが少ないと考えられます。オーディオ機器の音の違いは周波数特性と歪みの違いでした。カセットテープの周波数特性はバイアスで決まっていて、歪みは録音レベルで決まっています。これらをキャリブレーションしてしまえば、どのデッキも同じ結果です。カセットデッキの音の違いは変調ノイズと振幅の揺らぎの違いだったと考えられます。この2つはメーカーの出来の良さ、つまりデッキの本質そのものです。この2つに注目すれば、今まで耳だけで語られてきたデッキの音を数字で評価できるかもしれません。カセットデッキは音質を良くするための技術開発に情熱が注がれてきました。ダブルキャプスタンはシングルとどう違うのか。アルミダイキャストのハーフは音が良かったのか。カセットスタビライザーは効果があったのか。今後これらの効果を検証してカセットデッキの本質を明らかにしていきます。ご視聴ありがとうございました。